もうそれってもはやレコード屋の意味ない。レコード屋来る意味があるようにしたいわけですよ。道章和幸と申します。レゲエショップだと。僕がつけたわけじゃないからわかんないんですよね。僕の前のオーナーが辞めるっつって店買って、その時店の名前変えたりしなかったんで、そのまんま。僕茨城県出身。それあんま覚えてないんですよね、正直。でもギター弾ければモテそうだと思ってテレビとか出てくるギター弾いてる人の真似して、それがしたくて、小学校6年生か中学校の時にお年玉とかでギター買って、それが多分結構きっかけ。高校生ぐらいの時にまたテレビとか見ると、東京とかだと DJ っつってレコードなんかよくわかんないけどやってる人がかっこいいっつって、あ、そうなのかと思ってもちろん僕らの世代だからレコードって知ってるから、子供の頃はレコードがあったから、レコードも売ってるじゃないですか。そうすると当時円高だったし、多分割とだから日本版のアルバム買うよりも輸入版のレコード、確かに CD よりもさらに安かった。多分確かそうだったんですよ。だからレコードの方が安いんだと思って、そういうきっかけだったような。もう田舎者だからもう分かんないんですよ。何がかっこよくて何が大したことないんだかも分かんないから。茨城県だけど東京まで鈍行乗っても3時間あれば上野まで来れたから、アルバイトして給料入った後に東京来てレコーダーさん来ると、まあ今でもそうだけど安いコーナーあるじゃないですか。ああいうのをもう適当に買うみたいな。分かんないから、雑誌とかでそういうなんか DJ がうんちゃらみたいな雑誌読むと、これがおしゃれみたいなの書いてあるから、あ、これがおしゃれなんだと思って、そういうのをよく分かんないけどそういう感じ。そういうレゲエのクラブみたいなとこ行ったら、他のジャンルのクラブとかと雰囲気が違って、僕にとってはそれすごいかっこいいなと思ったから、サウンドシステムとかもかっこいいなと思って、まあ、つってもよく分かんないですよ。分かってないですよ。レゲエの専門店都内には何軒かあったから、そこに割と同じぐらい行ってたかな。表参道にオアシスってお店あって、そこは働いてた人がみんな友達とか先輩だったからよく行ったし、あとはシスコのレゲエだったし、渋谷にたくさんありました。新宿はアルタの中にシスコが入ってたから、シスコにレゲエのコーナーもあったし、あと今もあるけどオレンジストリートさんとか、グロリアっていうお店があって渋谷に、そこの石川さんって人はいろんなこと教えてくれたし、すごい優しかった。他のお店は相手してくれないから、僕若かったし怖いっていうか相手してくれないですよね。その頃は流行ってたから客もめっちゃいっぱいいるし、その中で別に大した金も使わない20歳そこそこの小僧が来ても相手してくれない。ここの社長も別にちゃんと対応してくれた優しい人で、それは結構単純で、当然僕通ってたんだよ、この店。2004年ぐらいからレコードって全然売れなくなって、みんな潰れちゃって、ここの社長ももうやめてえな、買わねえかって言われて、ただそれだけ。そう、前のここの社長と一緒のイベントで DJ したりもしてたんですけど、親しかったんで。だからってわけじゃない。だってここ通ってる人みんなに言ってたんですよ。もうやめてえから買わねえかみたいなこと。別に僕だけじゃなくて他の人にも言ってたから。店はもらえるんじゃなくて買わなきゃいけなかったから、別にそんなね大金かかってないので別にと思ってたけど、せっかくだからと思ってお金借りれないか保証協会とかそういうとこ相談しに行ったら、うまいこと借りれたから、それが2006年。そうです。場所も変わってないし、独立ってわけじゃないですよね。だって別にで自分から、ね、進んで何かをしたわけじゃないから、降ってきた話にただ乗っかっただけだから、こだわりはある意味ないんですよね。買い取ったものに関しては別に僕らが選んでるわけじゃないから、なんだろう、買い取りで売りに来てくださった人のをどう面白く見せるかのを考えてるかもしれない。掛け売りが基本なんですか？昔はそうでしたけど、今はそれ嫌がられるから常連にしかやらないです。通ってくれる人だとその人がどういうの好きかだんだん分かってくるから、そういう人にあの人だったらこういうのきっと好きじゃないかなみたいなのをこう提案したりとか、そういうことは買い付け行った時とかも選んでて、そういうの浮かびますね。あ、これあの人好きそうだなとか。今大体多くの人がどうやってレコードを選んでるかっていうと、レコード屋来てる人がレコード屋で選んでるとしても、レコード屋で得た情報を元にはしてないわけですよ。やれ YouTube であれ見たとか、なんか SNS であれ見たとか、まあクラブで聞いたあれとか、そういうのを元に探してるだけだから、もうそれってもはやレコード屋の意味ない、店ある意味ないじゃないですか。
レコード屋来る意味があるようにしたいわけですよ。実際物がいっぱいあるから物見れるし、あれぞの有名な DJ の SNS とかで知るのと同じくらいのモチベーションで聞きゃいいのにっていう、そこをかなり大事にしてるかもしれない。もうこれですね。これしかないです。今進めました。これはもうね、僕ずっと好きなアルバム、昔から今年初めてレコードで再発したんで、発売元のレーベルの人に無理言って下ろしてもらった僕買った時にはもうすでにこれはもうレア版で、だから探すのも大変だったし、これはですね、みんなで歌ってる曲もあるんですけど、ピラニア軍団で東映の、いわゆるキラレ役の大部屋俳優って呼ばれるような役者の集まりみたいな、全部三上寛さんが作詞作曲してるんですけど、このアルバムなんで有名かって坂本龍一がアレンジしてるから激推し。レゲエじゃないですけどね、全然全くレゲエ関係ない他のカテゴリーの音楽にない要素がめっちゃいっぱいあって面白い。サウンドシステム分かります？ああいうのが中心になって組み立てられてる音楽だから、サウンドシステムでかけるために作られた音楽が多い。昔からスカとかの時代から、だからいいってんじゃなくて、他ともう成り立ちが違うっていうか、ゆえに他の音楽と全く違う表現方法があって、そこがすごい面白い。真似ばっかとかも面白いし、アメリカのとかイギリスの音楽真似ばっかりだから、どの時代も影響を受けてるところがもう真似でも、一生懸命まんまコピーしようとしてるのかそうじゃないのかわからないけど、ちゃんと違うものに、ちゃんとオリジナルなものに仕上がる。どの時代でもそこすごい好きなところの一つですね。多分皆さんレゲエすごいオリジナリティある音楽だっていう捉え方してる人がほとんどだけど、なんかちょっと違うんですよ。完全なオリジナルではないんですよ。でもかといってレゲエから影響を受けてできた音楽ってたくさんあるじゃないですか。だからそこもまた面白いんですよ。ダブルがそうなんです。ジャマイカ人のエンジニアが作り出した手法だけど、リミックスっていう概念だって多分ダブルが最初のような気がするし、エンジニアが曲を作るみたいな。壁になんかテーマ決めて、商品とは限らないんですけど、今展示してるのも半分ぐらい私物なんで、このホームティーっていうグループのコーラスやってる人がいるんですけど、その人ジャケットのデザイナーなんですよ。この人の特集、時代も大体全部同じくらい、80年代の終わりから90年代頭ぐらいのデザイン。なんか可愛いじゃないですか。これはジャッキー・ミットゥのキーボードキングっていう有名なアルバムがあって、それの裏ジャケに違うか表もか映ってんですよ。これはそうスタジオかなんかでジャッキー・ミットゥがいる写真が写ってるんですけど、それに映り込んでるこのポスター。 VHS とかももう昔のものですけど面白いですよね。ポストライトのジあれもャマイカのビールを飲んでました。安いですもんね。そうですよね。6本入りのやつとか、そう自分の店だから自分の好きなものを飾れるといいですよまあある意味自分の部屋みたいなもんだから。これはですね、僕の友達とか知り合いの DJ が作ったミックス。緊急事態宣言とかになった頃ってみんな暇だったじゃないですか、DJ が急に仕事ゼロになったじゃないですか。そういう人にだからミックス作って依頼して、そうだってみんなすぐやってくれるからがないから、そっからずーっとシリーズにしてちょっとずつ1年に何個かずつ出して、今だいぶね10何個。これ本人のサインですよね。これはね僕がもらったわけじゃないんで、店にあったんですよ。これはだから多分この時いた当時のこの店の関係者がもらったんじゃないかなと思います。89年はジャッキー・ミット最初で最後に日本に来た年。そうです。だからおそらく日本でもらってるはずです。みんなだからこういうサイン欲しくなりますよ。めんどくせえなみたいな顔されたり、あんまりいい思いしなかったりするんですけど、なんだろう、これこそ何にも考えてないですよね。パッと出てこないですよ。いやー僕はあんまりてかずっとそれ思ってないんですよね。そんな続けたいとか、他にもっと面白いことあったらもうとっとと他のことやりたいですね。なんかもっと楽しいことを見つけたいですね。レコードやってる中でのもうちょっとなんか他の、例えばレーベルやるとかもそうだし、なんかそういうことをもうちょっともっと面白いこと見つけたいですね。これジャマイカ人みんな普段着てるんですよ。これ本当に来てるんですか？これ着てます。みんな着てます。今もまあ着てる。昔はもっと着てた、みんな全員着てた。なんでこれをジャマイカ人が愛用してるかはなぜかは謎です。謎ですそれは。
ジャケットにもいっぱい写ってますよ。ほらなんかちょっとフォーマルみたいな感じだけど、ほんとみんな着てるんですよ。僕ら網シャツっつったり、ジャマイカ人はメッシュマリーナって。メッシュマリーナ。はい。